それじゃあ早速絵を描いていこうか。でもその前に念のため確認なんだけど、花見ちゃんと M ちゃんは幼稚園の子たちに絵を教えられるようになりたいんだよね。はい、そのためにまずは何の動物を描いたのか分かってもらえるようになりたいです。なるほどね。じゃあほなみちゃんの目標はそれにしよっか。私は幼稚園の子にどう教えたらいいのか知りたいです。どう教えたらか。なら M ちゃんがどれくらい描けるのかも知りたいから、まず最初は2人で一緒に描いてみて、その後ほなみちゃんは動物を1種類描けるように練習、 M ちゃんはどう子供たちに教えるか考えていこうか。画材は私もいくつか持ってきたし、好きなものを使ってもらっていいけど。私も今日のために鉛筆も絵の具もいっぱい準備しました。一緒に使いましょう。この絵の具とかすごくピカピカして綺麗だからいっぱい使いたいです。へえ、確かにいい色。それラピスラズリの絵の具じゃない？普通のチューブの半分以下しか入ってないのに5万はするっていう。M ちゃん、どうしてそんなすごいものを。大きな画材屋さんに置いてあって綺麗な色だからお小遣いで買ったんだよ。だからみんなで使おうよ。きっと綺麗な絵が描けると思うんだ。使えるわけないでしょ、そんな貴重なもの。でもせっかく買ったし使わないともったいないかなって。それはそうだけど、じゃなくて、これは固形水彩絵の具だからかなり使いにくいの。うまく塗るには結構技術がいると思うよ。そうなんだ。じゃあ今日は使えないの？まあ今度使い方のサイトとか教えてあげるから、それで試してみたらいいんじゃない？しょんぼりしたと思ったらすっごい笑顔になってる。ちょっと型破りだけど素直な子だな。さて、じゃあまずは2人ともこの紙に好きな絵を描いてみてくれる？どれどれ、 M ちゃんは紙からはみ出しそう。大胆だな。描いてるのはリスみたい。尻尾のふわふわした感じとかよく描けてる。デフォルメもうまいし、幼稚園くらいの子ならこういう絵好きそうだな。これなら M ちゃんの方は問題なさそうだけど。すごい険しい顔で固まってる。ほなみちゃん、調子は？はい。ごめん、驚かせちゃったかな。ほなみちゃんは描けてるかなって思ったんだけど。すみません、まだできてなくて。何を描くかで悩んでるとか？いえ、指導をお願いしておいて、こんなこと言うのはおかしいんですけど、書いてるのを見られるのが恥ずかしくて。私、あんな絵しか描けなかったので、小学校の図工の時間とかも、クラスメイトの男子に笑われていて、幼馴染の子たちは、からかう子を怒ってくれたり、気にしないでいいよって言ってくれたんですけど、でも、それから人前で絵を描くときは、また笑われるんじゃないかって不安になっちゃって。ほなみちゃん。トラウマになっちゃってるっ
ってことかな。なんか、ちょっとわかるな。人前で自分の絵をケチョンケチョンに言われた時って本当にショックだし、他の人と比べられて酷評されるのは私だって。でも、大丈夫だよ、花見ちゃん。最初から描ける人なんてめったにいないから、みんな人に見てもらったり教えてもらったりしながら上手くなっていくんだと思う。だから怖いのはわかるけど、ちょっとずつ見せていこう。花見ちゃんの絵を見て笑う人はここにいないからさ。そうだよ、私も見せるから一緒に頑張ろう。そうだよね。ここで恥ずかしがってたってしょうがないよね。今日は練習しに来たんだし。そうですね。少し怖いですけど、描いてみます。よろしくお願いします、えなさん。頑張ろうね。よかった。ちょっと前向きになってくれたみたい。私に絵の先生なんてできるかなーって思ったけど、この調子ならうまくいきそう。ここはこうして。また内臓みたいなもの描いてる。いや、内臓は例えが良くないかも。せめて、横長のおはぎ？なんだかよく見たら、センスがあるような気もしてきたな。何を描いてるのかはわかんないけど、光月って色を塗れば独特の雰囲気が出て良さそう。いや、小さい子にわかるような絵をって言ってるのに、それじゃダメでしょ。ちゃんと誰が見てもわかるような絵になるように教えないと。できました。どうでしょうか。まず、これは何なのか聞かないといけないけど、傷つけないような言い方にしなくっちゃ。花見ちゃん、ナマコ描いたんだね。すっごく上手だよ。エムちゃん。象を描いたんだけど。あ、これ象だったんだ。やっぱり見えないよね。描き直して。ダメだよ。私その象さん好きだよ。だから消さないで。でも消すくらいなら私がもらっていい？この部屋に貼っちゃおう。ありがとう、エムちゃん。結果的にはいいアシストしてもらえたな。見た限り、花見ちゃんは描くものがどんな形をしてるのかしっかり捉えきれてないのかもね。捉えきれてない？頭の中のイメージだけで描いちゃうと、本物と違う形になっちゃうことが多いんだ。絵が上手い人でもあるんだよ。ここには影ができるはずだからって思い込みで、実際の影より濃く描いちゃったりね。そうなんですね。だからまずはしっかり見て模写するところから始めていこう。しっかり見て模写する。でも昔写生の授業で同じことを言われた時、全然うまくできなかったので、できるかどうか。じゃあ最初はもうちょっと簡単にしてみる？スマホで写真を検索して印刷した写真の上にトレーシングペーパーを置いて輪郭をなぞってみるの。それならどう？それ
れならできるような気がします。じゃあ決まり。それでやってみよう。タイムリミットはあと半日ってところかな。正直どう教えたらいいのかわかんないけど、こんなに頑張ってるんだもん。なんとかしてあげたいよね。